それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、春、あなたに訪れることをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では今回はタロットカードやルノルマンカードを使っていきながら見ていきます。ではまずタロットカードで展開していきます。プラス、ルノルマンやあとはですね、最後にタロットカード、また別のタロットカードで1枚アドバイスカードをもらっていきます。よろしくお願いします。はい、では見ていきます。こちら出しているタロットカードは全体メッセージとして今運気からのメッセージというふうにお受け取りください。ただしこの1番をお選びいただいた方、ここに紳士のカードがキーワードで出てきているので、男性の方とかあなたの恋愛対象の方や思い人っていう可能性がすごく非常に強いかなと思いました。で、今全く恋愛していませんっていう方だとしたら、男の方とかまたはあなたの恋愛対象になるような方との新しい出会いっていうのが期待できそうです。対人関係として新しい出来事や嬉しいことが訪れるというふうにしてご覧いただくといいかなと思います。そしてこちらのカードなんですが、ごめんなさい、こちら一つだけタロットカードではないカードが入っていたので1枚追加で引かせていただきました。一応お伝えしておきます。こちらのカードは特に意味がないので、ここはこちらの太陽のカードを採用していきます。はい、まずは現状メッセージとして出てきているのがソードの8ですし、あなたの現在の立場っていうところもソードの2番なので、かなり抑えている。中には思考を停止している、考えがまとまらないとか煮詰まっているっていうような方もいるかもしれないし、自分が思っているんだけれども動けないとか行動に起こせない、うまく結果をつかみ取ることができないっていう現状が入ってきています。我慢しているとか、誰かのためにとか、自分の本音を言わない方がいいんじゃないかとか、そういうことがすごく入ってくるんですね。煮詰まっているっていう感じがします。そしてあなたが今現在考えているところも忍者ハーミットのカードが入っているので、やっぱり考えがまとまらないのかなっていうのが今伝わってくるんですが、またはね、その考えまとまってるんだけど実際に行動に移せないとか、そういう一つのことでずっと考えていたりとか、長く思い続けていた、長く考えていたんだけどもうそろそろそこから抜け出したいんだよねっていう、そういうもどかしい現状っていうのを感じます。また迷いや葛藤っていうのもやっぱり見えているので、じゃあこの春どういうことを訪れるのって、こんな自分にねどういうことを訪れるのっていうところで見ていきましょう。やっぱり決めて動いたもののっていうところもあると思いますし、自分の中でいろんな葛藤を繰り返して情報もたくさん集めたし、いろんな噂話とかにも惑わされたりもしたんだって。でも自分が一番望んでいるのはやはりここの太陽ですよね。ここです。この成功っていうところですね。太陽は生命力や活気、エネルギーとか、そう成功とかを表しているので、自分が今の現状から抜け出したいっていうのが本心っていうところで現れています。明るい世界、もうこの暗闇から抜け出したいとか、考えるのは終わりとか、一人はもうやめて誰かと手を取り合っていきたいとか、そういうところなんじゃないかなと思います。で、現状を見ていったところで、じゃあこれから先どうなっていくのっていうところでメッセージもらっています。まず一つはここに紳士のカードなど入ってますので、新しい方との恋愛的な出会いとか、またはお仕事今集中的にやってるんですっていう方で、仕事どうしようかなって悩んでいる方だとしたら、そのお仕事に対してビジネスパートナーのような存在、まず人っていうのが入ってきます。新しい出会い、または今好きな人とのことで悩んでるんですっていう方は、この好きなお相手との関係性においてどうなるかなっていうふうに見てください。で、まず
新しい出会いの方でまずお伝えしていきますね。新しい出会いが何かしらの形でねあるかもしれないっていう方は、この方との出会いによってあなたの迷いが晴れていくっていうのがあります。今の現状に詰まっていたり悩んでいたりどうしようかなっていうところで、じゃあこの後どうなるのって言ったら、まず自分自身がすっきりするって、考えが整理する、されるとか、心がクリアになるとか、人物との出会いによって何か教えてもらうんです。こうした方がいいよとか、この方のアドバイスによって一つモヤモヤが晴れて落ち着いた時間を過ごせるようになる。春らしい季節がやってくるっていうのが入ってきます。まず落ち着く、悩みから抜け出す。あなたが悩んでいるのはここカップの7番なので、もうこれ以上ね迷路に入り込みたくないとか沼りたくないとか、そうですね、自分の思う通りに進んでいきたいっていう風なお気持ちが出ているので、ここにポイントとして入ってくださる方がいる。こっちだよっていう風に教えてくださる方、年上の方とか優しい人物像っていうのが現れます。入ってきますね。その方のサポートによってあなたが迷いから抜け出すような春っていうのが入ってきます。でもう一点、好きなお相手がもう限定的にいて、この人とどうにかなりたいっていうふうに思っている方だとしたら、その方と良い関係は維持できるとか、今抜け出すようなタイミングではあるんだけど、一時的にその方と仲良くなれたりとか幸せな時間っていうのはつかめる。だけど結局自分の根本的にある悩み、この人とどうなりたいのかとか、自分の願いに対してそれがじゃあこの春すぐに実現するのかって言ったら、ここムーンのカードが出てるので、春までの間にゴールインできるかどうかっていうことに関してはまだ不透明なところがある。だけど今の現状よりは自分の心がだいぶ落ち着くので、いろいろ悩んでいたんだけどこれでよかったっていう風な結末になるとか、まだこの春なので春以降はまだ未定なんですよ。まだわからない。だけど心のバランスとか心身のバランスとか、お相手との関係性のこの2人のねバランスっていうのは程よい感じになっていく。そして一時的な平和も訪れて穏やかな時間も過ごせる。ただしね、その根本的なところっていうのはまだ例えばあなたの中で恋愛関係になっていきたいんですって、付き合いたい、交際したいとか、この春までにと思っている方はそこから少しずれ込むような可能性はあるかもしれません。でもどんな時も自分の心に従って、そして決して不安になる時でもね、自分の気持ちをしっかり持ってっていうふうに言われています。時には心が不安になってしまって、そこから来る嫉妬とか独占欲とか涙が出ちゃうとか、そういうことがたくさんあるかもしれないんですが、それも一回全部飲み込んで、そして心落ち着けて、じゃあどうしようかなっていうところに切り替えていくと、この春以降ね、よりよく過ごせていけるんじゃないかなと思います。まずこの周りからもたらされるものっていうのもペンタクル6番のカードが入っていますので、お仕事とか生活で今見ていらっしゃる方、また全体的にご覧いただいている方っていうのは、やはりこの調和っていうのが周りからもたらされるので、人を介して自分の仕事が潤滑になっていくとか、お金の巡りが良くなっていくとか、今の悩んでいることからまずは抜け出していくんじゃないかなっていうのが出てきています。周りからの協力も得られやすい時、支えてもらいやすい時なので、周りに感謝の気持ちを伝えていきながら、今ねこの自分の一人抱えていることから抜け出す時がやってきていますっていうのがメッセージとして入っています。ただ根本的なご自身の願い、自分がこうなっていきたいっていうのは春までなので、春っていうのはだいたい5月までっていうふうに目安を取ってください。5月中までにはこの根本的な願いっていうところには到達するのは少しはっきりとイエスではないと思います。ただそれに向かって頑張っていこうっていうふうにモチベーションが高まっていくと思います。ではこの後アドバイスカード、こちらからもらっていきましょう。こちら出しているノルマンとタロットカードは後でメッセージとしてもらっていきます。まずはね出してみましょう。ゆりと11番力のカードです。はい、少しその願望成就っていうところに向けては5月中は 100% 叶わないかもしれない。ここは頑張り時だけど、5月以降は叶う可能性が高まってくるので、何が一番重要かって自分の心ですよっていうのが入ってきています。自分を信じる気持ちとか、自分の願いに対して自分がどれだけ頑張っていけるかとか、継続力っていうのが求められています。さて、では
こちらからラッキーカラーやラッキーアイテム見ていきましょう。まず、この春あなたの魅力が内面から内側から輝き始める。これが今春あなたに訪れることです。自分の輝きが訪れる。ラッキーナンバーは1番です。この数はあなた自身の才能や能力を目覚めさせる数字です。これまで気がつかなかった自分の可能性に目を向けてみましょう。ラッキーフードは海藻類です。わかめとか切り昆布とかですね。海藻類は海の豊かなミネラルを含んでいます。あなたを内側から支えてくれる存在。海には浄化のエネルギーがあり、心を穏やかに整えてくれます。毎日の食事に海藻を取り入れて、心身ともにクリアな状態を保っていきましょう。ラッキーカラーはアンバー、琥珀色です。創造性を目覚めさせる。この色は想像力、クリエイティブな力を高め、あなたのアイディアを現実へとつなげる色です。また、人とのつながりを深めて、愛を与え、受け取る力を育んでくれます。アクセサリーや小物にこのアンバーの色を取り入れて、前向きなエネルギーを活性化させていってください。そしてこちらインスパイアのカードも出ています。そしてこちらムーンのカードも出ていて、ムーンのカードっていうのは不安だったりとか、まだこの結果に対してはっきりとした答えが出ないっていうことも見て取れるんですが、クリエイティブな活動をされている方、今ここに音楽のカードが入ってきているので、音楽やっていますとか、今自分が絵を描いていたりクリエイターですよねの作業をやっていてっていう方だとしたら、ご自身のそのクリエイティブな能力がより活性化されるっていう風に読み解いてもいいと思います。はい、こちらのインスパイア、刺激を受ける、それは音楽からの刺激ですよっていうことで、クリエイターじゃないよっていう方でも全般的に言えます。音楽を取り入れましょう。子供の頃は音楽を自然と楽しんでいた方も多いのではないでしょうか。しかし大人になるにつれて音楽に触れる機会が減ってしまうこともあります。この春は意識的に音楽を取り入れてみてください。リラックスしたいとき、やる気を出したいとき、それぞれに合った音楽を聴くことで、あなたの心が軽やかになってポジティブなエネルギーを引き寄せることができるでしょう。そしてこちらですね、サードアイチャクラの、カードも色ですね、この紺色の色も出ていますし、この選択肢のカードもクラウンチャクラっていう風に書かれていますので、今この第6と第7のチャクラを整えることが必要になってくるかもしれません。クラウンチャクラは宇宙や工事の自分とつながるチャクラです。そしてサードアイチャクラは直感や洞察力を司ります。この2つを整えることで、あなたの視野が広くなっていき、新しいインスピレーションを受け取れるようになります。よりインスパイアされやすくなるということ、刺激を受け刺激を与えることができる、この循環がうまくいくよっていうことですね。そして簡単なエクササイズをご紹介します。静かな場所で目を閉じて深く深呼吸をしながら、頭の上に白い光が降り注いでくるのをイメージしてみましょう。ゆっくりとその光が体全体に広がっていって、不要なものが浄化されていく感覚を感じてください。味わってください。そうすると第6や第7、このあたりのチャクラが活性化されて整っていきます。流れるものに触れるっていうのもおすすめのポイントです。揺れる衣服だったりとか水の流れを感じることで、あなたのエネルギーは整っていきます。春の風を感じながら散歩をしたり、水辺で過ごしたりするのもおすすめです。今まで一生懸命というか、切羽詰まって頑張っていたとか、コツコツ今まで頑張ってきたっていう方も多くいらっしゃるかなっていうふうに思うんですが、今この流れを取り入れて自分の心の中を一旦ゆるっと緩める時なんじゃないかっていうメッセージも入っていました。なので音楽を聴いて心を緩めたりとかリラックスする時間が必要。そうしたらより一層良い刺激が自分の中に入ってきますっていうメッセージですね。そしてですね、あなたはもう十分一生懸命頑張っているし、多分計画、目標に向かってこうしていこうっていう計画や段取りも組んでいるはずです。あとはもうそれに向かって持続的に頑張っていく、もうそれが今のベストなんじゃないかなっていう風に出てきています。休むこと、リラックスすること、音楽聴くことと、あとは今まで積み重ねてきたことに対してまた継続的に取り組んでいく。
そうするとこの春、より良いエネルギーが流れてきて、この春以降ですね、結果をつかみ取ることができるんじゃないかっていうことで入ってきています。ユリのカードも調和を表しているので、周りからもたらされる豊かさっていうのがかなりこの1番さん大きいんじゃないかなと思います。あとはこちらのユリというのは香水っていう意味もありますので、今回この、ルノルマンカードっていうのがですね、こちらのティータイムルノルマンカードといって32枚のオラクルカードなんですね。なので通常のルノルマンとは少し意味合いが変わってきます。ユリのカードは香水っていう意味もあるので、香水を、新しく新調したりとか香りを取り入れてみるっていうのもおすすめのアクションです。はい。そして誰かと一緒に歩んでいくとか、パートナーが見つかってその人と一緒に自然に寄り添っていけるような、そんな展開も期待できそうです。悩みを晴らしてくれる、モヤモヤを晴らしてくれるような人物が現れるかもしれません。ではこちらの選択肢からのメッセージをいただいていきます。ムーンストーンのカードですね。このカードのメッセージは、あなたをより高い意識へと導いていきます。もし最近心のモヤモヤやストレスを感じていたとしたなら、それはあなたが次のステージへと進む準備ができている証拠かもしれません。気持ちを落ち着けたいときは楽な姿勢で座り、両手の手のひらを上に向けて深呼吸をしましょう。頭の上に美しい紫の光が輝いていき、そのエネルギーがあなたの体に流れ込むのをイメージしていきましょう。その光が全身に広がっていくことで、心のざわざわが落ち着き、新しいエネルギーを受け取る準備が整っていきます。私は無理なく宇宙のエネルギーにつながります。そして私が高次の自分と十分に調和することができたとき、私の魂は肉体を超えて超越していきます。というアファメーションがあります。この春、あなたの個性や能力が花開くタイミングです。心身を整えながらあなたらしく輝いていけるこの春を過ごされますように応援しています。そしてあとはですね、チベット構想のオラクルカード、こちらからもメッセージ1枚もらっていきましょう。はい、偏見を取り去るとあらゆる思い込みから自由になれます。はい、今あなたは不自由さを感じていますよね。現在のところにソードの8のカードが出ているので、思い通りにいかないなって、感じがらめになってるな、それは思考かもしれないし現状かもしれない。でも偏見、偏った見方をしているかもしれない。新しい気づきを与えてくれる人がいますので、そこであなたが枠を飛び越える時がやってくる。このヤギ座のカードっていうのは、コツコツと一生懸命努力していくっていうね、そういう意味があるんです。あなたが今まですごく頑張っていた。で、耐えるんですよね、このヤギ座っていうのは。耐えて自分にスポットライトが浴びなかったとしても、自分は一生懸命頑張っていくんですって、エネルギーがすごくあるんだけど内に秘めていくような、そういうイメージとかも入ってくるので、あなたが陰なる努力を今まで一生懸命頑張ってやってきたんだって、頑張って頑張って疲れちゃったんだよっていう方もいるでしょうし、疲れてるんだけどそれでも目標に向かってやっていきたいっていう気持ちが強いんですよね、このヤギ座のカードっていうのが。なのであなたがやっぱり自分の体を酷使してでもやり遂げたいことがあるとか、叶えたいことがあるんじゃないかなっていうのも伝わってくるんです。今は一旦緩めて、そしてまた再度視点を変えて目標に向かって取り組んでみてください。今回はこの春あなたに訪れることについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはこの春あなたに訪れることについて見ていきます。よろしくお願いします。では今回はタロットカードとルノルマンカードを使っていきながら、全体運とメッセージをもらっていこうと思います。
はい、それでは見ていきます。タロットから今あなたに訪れようとしている運気からのメッセージとして見ていきます。一番に言えることっていうのは、対人関係の揉め事っていうのが今あなたの中で引っかかっていること、恐れていることや、そうなりたくないなとか、今現在そうなってますとか、まず人がすごく多いなっていうのを感じたので、複数の人っていうのが入ってきます。対1対1ではなくて、対大勢みたいな複数人っていうのが入ってくるんですね。でこれをポジティブな意味で取るのであれば、あなたがこの春すごくモテますよっていう風にも見て取れるんです。ただモテるんだけれど、そこでじゃあ何か生まれるのかとか、あなたが求めている通りのものはもらえるのか受け取れるのかとか、恋愛関係になっていくのかっていう風に見るとするんだったら、モテるんだけど自分の望んでいるものじゃなかったっていうような結果になります。この春ですね。春以降はまだわからないんですが、春すぐに誰かと結びつく、新しく出会った人と結ばれるとか、そういう展開にはあなたが気持ちが乗らなそうっていうのが出てきています。モテるんだけどっていう風に。またそれ以外に、今複数人の方と揉めたくないなとか、それは恋愛だけじゃなくて職場とか、あとプライベートのこととかでもそうなんですけど、いろんな人と接する中でちょっと今自分の気持ちが対人関係に対して後ろめたい気持ちがあったりとか、前を向けないような事情があったりとか、ちょっと困るなとか、嫌がらせする人がいるなとかね、そういうことを感じました。なので人に対してどう接していこうかなっていうところだし、自分の気持ち心は守りたいよねっていうのが見えてきているので、あなたのピュアな気持ち、それは恋心かもしれないし、純粋に仕事に対して取り組みたいんですとか、自分の夢や目標に対してやっていきたいんですっていう、そういう気持ちを阻害してくるような人たちっていうのが見えてくるので、そこをどうしようかなって、あと求められていることとやらなきゃいけないこととやりたいことと、そのあたりがねちぐはぐになっているような感じ、噛み合っていないんですね。周りから求められていることが本当に自分のやりたいことなんだろうかって、そこ合致しないっていうのが入ってくるんです。自分を守って自分はこうやってやっていきたいのに、でも周りからはあなたってこういう人だから頑張ってくれるよねとか、あなたに期待してるよとかっていうふうに言われると、はいとしか言えないし、本当だったら仕事辞めてフリーランスとして自分で独立してやっていきたいって夢を追いかけたいのに、でも〇〇だからとか、あなたはこうだからとか、周りからは仕事できますねって言われるけど、いや違うって、私やりたいことこれなんだっていう風に、何がね周りから求められることと自分の本当の願いが今ズレがあるのかなっていう風に感じたんですね。でもこのカードからのメッセージっていうのは、あなたのピュアな部分、本当の願いっていうところをとっても大切にしてほしいって。それがたとえ今すぐ叶わなかったとしても、この春ね叶わなかったとしても、それ以降には全く違う形になっているし、今多分ごたついている人間関係っていうのもだいぶ落ち着いていくから、一番大事なのは自分の心に従うことだよっていうのがすごい強いメッセージとして入ってきています。いろんな人に囲まれているなっていうのを感じてるんですよ。それは法的なことも関わってくるかもしれないし、あと責任感ですよね。こういう立場でやっていかなきゃいけないんだよねとか、全般的に言えるかもしれないですね。恋愛だけじゃなくてね、お仕事とか生活とかご家族のこととかもそうですね。お子さんのことかもしれないし、自分が願っていることに対して周りから求められているものと違う、お相手から求められているものと違うっていうことで、自分自身自責の念に駆られたりとか、悩んじゃったりとか、いや本当だったらそういう未来じゃないのになとかね、あと険しい道だなっていう風に入ってきています。目標はあれど周りからのギャップだったりとか、自分の心に素直に従って動いていけない、そして人と揉めたりするのも怖いしっていうのがやっぱり恐れとして入ってきているので、今の立場とか関係性を乱したくないとか、そのことによって誰かが傷つくんだったら嫌だなとか、だったらまだ自分の気持ち抑えておいた方がいいかなとかね、あとは時間をかけてゆっくりと取り組むべきだっていうふうにあなたがそう思ってるのかもしれません。またあなたが願っていることっていうのは、時間をかけて取り組んでいけば乗り越えられるから
そして今の現状に嘆くのではなくて、また違う視点を持って、じゃあどうやって乗り越えていこうかなとか、この山乗り越えるためにどうしようかな、モチベーションが低下する時もあるかもしれない。そして避けては通れない対立もあるかもしれないけど、じゃあそこに対して自分の心をいかに守りながら進んでいくのかっていうのもポイントになってくると思います。そうですね、なんか進みたいのにそれを抑え込まれているような、そういう気も、感じもしてきますし、あなたがまた何かの責任とか立場とかを担っている側かもしれない。でもこの本当の中心にあるのはカップのエースだから、あなたの今芽生えているワクワク感とかドキドキ感とか、これ大事にしたいんだよねっていうふうに思っている素直な気持ち、それを本当に大切に持ち続けてほしいっていうふうに出てきています。ではこの春どんなことがあなたに訪れるのかっていう風になると、ユニコーンのカードが1枚、補足で出しましたので、このカードミラクルを表しているんですね。人との関係性において悩むこともあるかもしれないけど、そこに奇跡が入ってくるよっていう風なメッセージが入ってきています。また吉報とか時間をかけて取り組んでいく必要があることと、それ以外に素早い展開で何かが変わっていくっていうのも表しています。山は時間をかけて乗り越える試練や課題を表しているんですが、ユニコーンは逆に吉報とか早い展開っていうのも表しているんですね。なので両方やってくるとか、時間かかるだろうなって思っていることとは別の問題というか別の角度から吉報が訪れてくるんじゃないかなっていう、そういう嬉しいこともやってくるよっていうのも入ってきています。あとね、このユニコーンっていうのは待ち人を表していたりもするので、新しい恋愛したいんですとか、好きな人できましたっていう方だとしたら、その方とぐっと仲良くなるタイミングがやってくるかもしれません。でも自分の心に従ってねっていうカードは出てきているので、あとちょっと心の揺れっていうのを感じやすいかもしれません。なので人に振り回されない、自分の気持ちをしっかり持っていくっていうのもポイントになってくるかなと思いました。で、あとは先ほど出したこちらアドバイスカードでもらっていきますね。マジシャンのカードと道のカードです。後からアドバイスカードもらっていきます。で、あとはですね、こちらからラッキーカラーやラッキーナンバーもらっていきましょう。まずこの春はですね、あなたに新しい視点が開かれる時ですよというカードからのメッセージが入っています。最近なんだか考えがまとまらないなというふうに感じることはありませんか？そんな時こそ一度立ち止まってじっくりと考えを練り直すことが大切です。何度も試行錯誤することでより洗練された答えが見つかるように感じました。この春あなたに訪れる嬉しい出来事は悟りと成長です。今まで越えられないと感じていた壁を乗り越えて新しい視点を手に入れる時期が今やってきたんです。ラッキーナンバーの10というのは一つのサイクルの終わりと新しい始まりを象徴しています。過去の経験や痛みを乗り越えて次のステージへ進む時です。これまでの努力が実を結び、あなたの理解力や直感が一段と深まっていきます。ラッキーフードはこちらブレッド、パンです。繰り返しや現状維持というワードが入っています。パンは繰り返しと現状維持の象徴。考えがまとまらないなと感じたとき、焦らず何とか見直ししてみてください。面倒に思えるかもしれないんですが、その過程こそあなたの未来をより豊かにするための大切なステップです。パンっていうのは小麦粉から生地を練っていきますよね。何度もこねて考えて練り直してっていう風な、そういうねメッセージが入っています。考えを練り直すことの大切さ。そしてラッキーカラーはブロンズ色。これは強さと知恵の輝きを表しています。体を強化するというメッセージです。このブロンズのカラーはあなたに強さや知恵、愛をもたらします。特にお仕事や人間関係での交渉ごと、お話がスムーズに進みやすくなっていくでしょう。また不安や恐れといったネガティブな感情を手放して前向きなエネルギーを取り戻すサポートをしてくれます。そしてここオレンジ色が入っています。これは第二チャクラを表しているんですね。第二チャクラは創造性、クリエイティブな力や感情のバランスに関わるエネルギーセンターです。この部分を整えることでインスピレーションが湧きやすくなっていき、
人とのつながりが深まっていきます。簡単な方法としていくつかエクササイズをご紹介します。まず一つ、運動です。骨盤を緩めるストレッチです。腰をゆっくりと回す動きを取り入れることでエネルギーの流れがスムーズになっていきます。2つ目は、水に触れる時間を作る。お風呂にゆっくり浸かったり、海や川の近くで過ごすことで第二チャクラが活性化されるようになります。3つ目は、オレンジ色を取り入れる。第二チャクラに対応する色はオレンジです。オレンジの服やアクセサリーを身につけたり、オレンジの食べ物、みかんや人参などを食べるのもおすすめです。はい、オレンジのカラーまたはブロンズ、この色も取り入れてください。あとはパッションですね。活気とか情熱を表します。情熱を持って行動することが幸福の鍵となります。あなたの夢を叶えるために大切なのは情熱、パッション、そして行動力です。この満月のようにエネルギーが満ちていくタイミングで自分の目標を再確認してみましょう。そうすることで夢への道がより鮮明になって喜びや成功を引き寄せることができます。はい、そして木星のカードも入っています。木星は拡大を表しています。夢膨らませ、それを実現へ向けてどんどんと前へ進んでいくとき、広がっていくときです。この春はあなたの可能性が大きく広がるタイミング。運動を取り入れたり、映画鑑賞をしてインスピレーションを得たりするのも良いでしょう。自分の心の情熱を信じて楽しく前向きに過ごしていただけたらなと思います。はい、ここから伝わってくるのは映画鑑賞も吉だよっていうメッセージが入ってくるので、ぜひ見たかった映画があるっていう方とかは見てください。そしてあと、映画館に行かなくても部屋をちょっと照明を落として暗い中でキャンドルを灯しながら見たかった映画を見るなどもおすすめですね。はい、あとはこちらからメッセージもらっていきましょう。道っていうのは選択ですね。どっちの道を行きますかっていう風に決断の時ですよっていうことも言われていますし、またあなたが何か一つに絞らなければいけませんよっていう、そういうメッセージかもしれません。今あなたの中では分岐点になるかもしれませんね、この春が。あとはマジシャンのカードも出ています。これは情報を集めること、ネットからでも本からでも、あなたが仕入れたいと思うところからあなたの今知りたい情報を仕入れていきましょう。スイスイと入ってくると思います。この情報力やあとコミュニケーションですね、お話、言葉とか、を使っていって、あなたが周りとうまくコミュニケーションを交わしていくとき、あと物事がまとまりやすいときっていうふうにも入っていたので、物事というのは人との関わり合いにおいてです。それがスムーズに進んでいくときというふうにあるので、今あなたが誰かと話をつけたい、決着つけたいとか、あとコミュニケーションしたいっていうふうに思っている対象の方がいたら、その方と話をすることでとか、あと文字に書くこともいいですよね。言葉にして何かを伝えたりとか聞いたりすることによって物事がスムーズに運んでいきます。はい、ぜひこの言葉を使うとか、あと自分の手を使うっていうのが入ってくるので、何かこう作ることや作業すること、文字を書くことだけじゃなくて絵を描いたりとか手作業をすることっていうのがおすすめなので、そうですね、家のお掃除をしたりとか浄化っていうメッセージも入っていたので、水回りのお掃除することっていうのもおすすめのアクションです。では選択肢のカードからメッセージをいただいていきましょう。レッドジャスパーからのメッセージです。あなたの信念は人生の道しるべです。迷いや不安があっても自分が信じるものを大切にしてブレずに進んでいきましょう。もし心が揺れた時はレッドジャスパーを手に取って深呼吸してみましょう。そのエネルギーがあなたを落ち着かせて確かな足取りを取り戻す助けになります。私は本当の自分に調和していると心の中で唱えて、あなたらしい道を選んで進んでいってください。あなたのその自分を信じる気持ちっていうのは常にあなたを導いてきたんです。なので自分の素直な気持ちを大切にしてください。自分の心に従って動くことが一番正しいっていうことをあなたはすでに知っているはずです。本当の自分と今いる自分、心と魂と体をすべて調和させる時がやってきています。
このようなジャスパーからのメッセージでした。新年、自分の信じるものは何でしょうかっていうことですね。あとはチベット構想のオラクルカードからも1枚メッセージをもらっていきましょう。いろんなことを決めていかなきゃいけないなとかね、それはお仕事とかお引っ越しとかもねあるかもしれませんね。何かを決めて進んでいかなきゃいけないって、今その分岐点にいるんだって、仕事辞める辞めないとか、好きな人に対してどうするとか、それは自分の人生をかけた大きな転機を今掴もうとしてるんだっていうことにもつながっています。でかつそのあなたが今決めようとしていることっていうのは、周りの方々を考えなければいけなかったりとか、複数の方が絡んでくるようなことなんじゃないかなと思うんです。だからたくさんの人に気を使ったりとか気を配ったりとかねしている一方で、本当の自分の気持ちとかを今見失いかけていませんかとか、おろそかにしていませんかとか、そういうメッセージも入ってきています。ではメッセージをもらっていきましょう。素直な心、受け入れる心は学びの幅を広げていきます。はい、今純粋な気持ちをやっぱり大切にしてねっていうメッセージが入っていましたね。あとは進んでいくんだよっていうこと、恐れずに進んでみましょうっていうメッセージが入っていました。ぜひお受け取りください。今回はこの春あなたに訪れることについてお伝えしました。2番さんは一つのサイクルを終え、新しいスタートを踏み出すとき、新しい視点が開くとき、その視点となる新しい視点のね気づきとなるようなことが受け取れる春でした。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはこの春あなたに訪れることについて見ていきます。よろしくお願いします。では、今回はタロットカードとヌロヌマンカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。まずこの冬しんどかったですよね。ものすごく傷ついたことを言われた、厳しい状況だった、人に対して人からね冷たく言われた、人から冷たくされたとか、辛さっていうのがすごく入ってきます。だけれどもこの春あなたにとって雪解けがやってきます。少し遅い雪解けかもしれない、少し遅い春の訪れかもしれない。だけどようやくあなたは抜け出せるんですよ。その辛い思いもう終わりですよ。だからこれからの春ね、新しいスタートを切っていけますから、明るい未来を持ってまず心を癒すことから始めてください。このカードを見ていると、いろんな人から心もないようなことを言われたりとか、態度に示されたりとか、自分が本当はできないんじゃないかって、うまく生きづらい世の中だって、仕事もうまくいかないとか、生活がままならないとか、人からも冷たくされるし、あんまりいいことなかったんだって、そういうのがずっと長いこと続いてきたんだ、ずっと苦しんできたんだっていうのが入ってきます。だけどこの春一転します。今まではあなたを苦しめていたような人がいましたよね。圧をかけてくる人とか、自分が仕事できないみたいなことを言ってくる人、あなたに対してなんでできないのとか、
あとは本当に本当に冷たく冷遇されてきたよって、自分がこうやって進んでいきたいのに、それを状況がイエスって言ってくれなかったって、長いこと耐えてきたんだっていうのがね、すごく伝わってくるんですよね。そしてもうそこから自分は言われっぱなしじゃないんだって、逆に言い返してやるんだっていうぐらいの勢いで自分が変わるって、変わりたいんだっていうのもすごく入ってくるし、なぜだったら自分自身を守りたいっていうのもあるし、あなたには今守るべき存在がいますよね。守るべき存在っていうのは心の中の自分かもしれないし、ご家族とか恋愛対象の方かもしれないし、あなたが身を捧げたいと思っている人、この人のためにだったら自分はこの人の盾になりたいとか、守っていきたいとか、自分自身かもしれないしね。自分を守るためにもう言われっぱなしじゃないぞって、この状況から抜け出すんだって、ただ辛いって思ってるだけで終わらせないぞって、そういうあなたの立ち上がる気持ち、姿勢っていうのが伺えます。そして戦っていくんだって、それは人と戦うのかもしれないし、己と戦うって人もいるかもしれない。もうこういうね、弱い自分じゃないぞって、言われっぱなしじゃないぞって、負けっぱなしじゃないぞって、次からは勝ちに行くんだっていうふうに自分自身をガラッと変えるって、そういうふうに願っている方もいると思います。仕事や生活、お金のことがうまくまとまらなかった、うまくいかなかったんだ、加えて、人から冷たくされるとか、負けるとかね、争いごとに負けたりとか、そういう圧力っていうのがあります。それが今の現状とか今までの現状っていう感じですね。長いこと耐えてきたんじゃないかなって。これから先はあなたが優位に立っていく番です。自分の信念とか考え方とか、自分がこうしていくんだっていうのがそのまま行動に起こすことができるから、自分で道を切り開いていける、あなたの力で未来切り開いていくんですよっていうふうに、この春自信を持って前に進む時、これがあなたに訪れることです。自信ですね。自分に自信が持てる、自分を信じる力、これがあなたに訪れることです。その自分を信じる力がどんな方向で作用してくるのかっていうのは見てる方によって変わってきます。ただこの全般的にうまくいかなかったんだっていうのが伝わってくるので、一つじゃないかもしれない。恋愛も仕事もうまくいかなかったとか、お金も苦しくて経済状況良くなくて出費ばっかりが増えていって生活苦しかったんだっていうのも入ってきますし、誰かに何か言われてとか圧を受けてとか上司にとか、そういうことも入ってくるので、様々な要素があなたを苦しめてきたんだっていうのが入ってきます。でもそこから自分を信じて動いていくことによって、今度は自分の力で切り開いていく、新しいスタートを切っていくんだっていうのが入ってきてるので、新しいことが見つかるチャンスがやってくる、自分で切り開いて勝ちに行く、その春がもう訪れようとしています。なのでこの春3番さんはガラッと変わると思います。何か曖昧になっていくとかではなくて、はっきり新しいスタートっていうカードがここに出てきているので、自分で取りに行くのもそうだし、受け取るものとして訪れるものもあると思います。あと自分が動いて春変わっていったことによってモチベーションが高まるとか、やっと終わったって、もうこれからは気がだいぶ楽になって余裕を持って過ごしやすくなるとか、そういう春が見えてきています。ではラッキーナンバーとラッキーカラー、アドバイスカードもらっていきましょう。今あなたがお仕事とかのことでね、懸命に変えようとしている、生活をも変えようとして対人関係も整理しようとしているようにも見えますし、本当に自分にとって大事なものって何だろうとか、あと人ですよね。自分にとって仲間とはとか、信頼できる人とはとか、そういうところに目を向けてると思うんです。大勢いる中で誰とでも仲良くなるんじゃなくて、この人とっていう風に決めた方と育んでいく未来っていうのが見えています。ではもらっていきましょう。そうですね、最近ご自身の本当の輝きを見失っているように感じたことっていうのがあったんじゃないかなと思うんです。心が疲れてしまった時、いつも以上に慎重になりすぎてしまうことがあります。でもこの春は見極めと正確さを大切にすることで、あなたの本来の輝きが戻ってくるように感じました。
ラッキーナンバーは12番です。12のつく数字を参考にしてください。この数字は物事を客観的に見つめて的確な判断をすることの大切さを示しています。焦らないで自分の直感と冷静な視点を大切に持つことでより良い選択ができるようになっていくでしょう。ラッキーフードはキャベツです。春といえば春キャベツが、スーパーに出てくるかなと思うので、この季節旬に合わせた春キャベツ取り入れるのもいいと思います。このキャベツは優しさと癒しの象徴です。何枚もの葉で包み込まれたキャベツは女性性や包容を表します。傷ついた心を優しく包み込み、自分自身をいたわる時間を持つことが大切です。強くあろうと頑張りすぎた時は、安心できる環境で心を休めてゆっくりと自分を癒してあげてください。ラッキーカラーはブリリアンス、光沢、光る色ですね。光沢のあるもの、これは新しい輝きを発見する、自分の輝きを発見するというメッセージがあります。光沢のあるものは変化と成長を促します。何か新しいことを始めたいときや気持ちをリフレッシュしたいときに意識するといいでしょう。また光沢は心身のバランスを整えて不安や迷いを取り除く助けにもなります。もし心が重く感じるとき、光沢のあるアクセサリーや小物を取り入れて自分の心の中に眠る輝きを引き出してみましょう。そしてこちらですね、満月のカードです。これは認める、自分自身を認めて、そして物事を一つ完成させるというメッセージです。また先にこちらからお伝えしましょう。ここにグリーンのカラーがあります。これは、ハートチャクラ、第4チャクラを表しています。この第4チャクラを整えるエクササイズをご紹介します。ハートチャクラは愛や調和に関わるエネルギーのセンターです。ここを整えることで心が安定し、人とのつながりが深まっていきます。簡単にできるエクササイズをいくつかご紹介します。一つ目は深呼吸を意識すること。胸に手を当ててゆっくりと深呼吸をしましょう。胸はこのハートチャクラ、ハートのチャクラっていうのは胸の部分を表しているからです。そして自分の心が穏やかになるのをイメージしてください。2つ目はこのハートチャクラが表す緑色のものを身につける。緑の服を着たり観葉植物を部屋に置くことで心が落ち着くようになります。3つ目は感謝の気持ち。日常の中でありがとうと言葉にする回数を増やしてみましょう。感謝の気持ちがあなたの心を温かくし、人間関係にも良い影響をもたらすでしょう。そして自分を認めること、自己受容することが未来への扉を開いていく鍵です。満月が夜空に美しく輝いていくように、あなたも本来の輝きを取り戻す時です。夢や目標に向かって進んでいく中で、自分の努力や存在そのものを認めることが大切です。努力してきたんだっていうことを認めましょう。自分には価値がないっていうふうに思わないで、誰かがあなたに何か冷たいことを言ったとしても、そうじゃないんだっていうふうに跳ね返しましょう。誰かに評価されることを待つんじゃなくて、自分自身の価値を信じてください。また冷え性かなっていうふうに思ったんですね。これが入ってきて当てはまる方、体冷え性なんですっていう方は、体を温めることを意識すると心身のバランスが整いやすくなります。腸活や温活を取り入れて、また髪のお手入れをいつもより念入りにするのもおすすめです。自分を、ご自身を大切にすることで内側から美しさが引き出されて、あなたの魅力がさらに輝いていくでしょう。この牡牛座のカードも出ています。牡牛座は五感とか自分の身の回りのもの、持ち物とか所有しているもの、ここに輝くものを取り入れる。輝くっていうのはキラキラしてるものじゃなくて、確かに光沢の色がラッキーカラーで入ってるので、キラキラしてるものを取り入れるのもいいんですけど、何がキラキラしてるかっていうのは見た目じゃなくて、あなたの心がキラキラワクワクするもので自分の身の回りを囲ってくださいっていうことです。食べるのが好きな方はもう美味しいもの食べに行くとか、カフェ巡りが好きな方はもう行ってみたかったカフェに行くとか、好きな映画を見て好きな音楽を聴いて五感に関わることをやってみましょうっていう、そういうメッセージでもあります。
今あなたの五感を磨くことによって心がストーンと整理されて美しくなっていきます。またこの春はあなたの中にある本当の輝きを見つける大切な時間です。無理をしないで自分をいたわりながらゆっくりと休んで、それから歩んでみてください。あなたの持っている美しさや才能がより一層輝きを増していきます。で、今お仕事悩んでいますとか、仕事上の対人関係で悩んでいるっていう方は転職がありかもしれません。転職しようかなっていうふうに考えている方、新しくしかもかつ自分に合う、より合うお仕事の場所が見つかる可能性があります。何か新しいスタートを予感させる春ですね。そしてすごい、タロットとこちらのルノルマンカードも新しい始まりを表しています。まず子供っていうのが新しい始まりを象徴しているので、新しい物事をスタートさせるのに最適なタイミングです。また実際にご家族やお子さんがいらっしゃるっていう方は、お子さんとの時間や関わりを持っていくことによってあなたの春がより豊かになっていくでしょう。新しいことを始めていくのかもしれません。はい、そしてフールのカードも出ていますね。ここどっちもね、純粋な気持ち大事にしてっていうのがすごく入ってくるんですよね。周りから嫌なこと言われるとか、かき乱されるとか、嫌なこと聞いたとか、噂話とか、そういうのがすごく入ってくるんですが、もうそういう外部のいらない情報っていうのはもうシャットダウンしていいって、自分の気持ちに素直にもうやりたいことやっていいよって、我慢しなくていいんだよっていうことがメッセージとして入ってきています。この春我慢していたことから抜け出してやりたいこと、本当にやりたいことをやっていきましょうっていう、そういうメッセージがすごくたくさん入ってきました。そのためにあなたが見極める作業を今やっていると思うんですね。何が自分にとって大事なのかとか、どの人が自分にとって大事なのかとか、その見極めの作業が今行われています。それを超えて新しいものをスタートさせていくっていう、そういう流れになっていました。素晴らしい。新しいもの、スタート、始まり、そういうキーワードがずらっと並んでいます。あとはお選びいただいたカードからメッセージをもらっていきます。こちらはフローライトのカードです。内省、自分の心を見つめるという意味のあるカードです。自分の心を見つめる時間を持ちましょう。心の中にある感情や考えをじっくりと観察し、不安や喜びの根源を探ってみてください。何が自分にとって不安にさせてるんだろうとか、喜びをもたらしているんだろうかということ、内なる声に耳を傾けることで、あなたは本来の自分を取り戻して、より自由な発想ができるようになります。フルオライトをそばに置くと心が落ち着いて直感が冴えるでしょう。毎日10分自分に問いかける時間を持つことが前向きな変化をもたらしますというカードからのメッセージです。今回自信を持って前に進む春と出ました。あとはチベット構想のオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。もう一つ完成させて新しいスタートを切っていきましょう。はい、ではこちらオラクルカードからのメッセージです。忍耐力は人生で最も頼りになるパートナーです。はい、今まで一生懸命頑張ってきた、こらえてきた、その力が新しい人生を切り開いていくあなたの人生において、自分のねパートナー、心のパートナーとも言える力があなたの忍耐力なんですよっていうことを言ってくれています。今までずっと耐えて頑張ってきましたよね。それは決して無駄じゃなくて、これから新しいスタートを切っていくために必要なエネルギーであって、蓄えられてきたもの、培ってきた力だから、それを今度は生かしていく番ですね。溜め込んできたものを学びとして受け入れて、それを生かして新しいスタートを切っていく、そんな春になると思います。今回はこの春訪れることについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
今回のリーディングはいかがだったでしょうか。この春あなたに訪れること、どんなことが訪れるのか、全体的なメッセージとしてお受け取りいただけたらなと思います。中には今ご自身が思い描いていること、これについて悩んでいるんですって、恋愛だったりとかお仕事だったりとか、または複数のことを抱えていますっていう方、いろんな方がいらっしゃると思いますが、その今考えていることに対してこういう風になっていくよっていうメッセージだったりとか、全体的に春こういう風になっていくんじゃないかとか、こういうことがあるんじゃないかっていうことをお届けしていきました。では今回はこちらのチベット構想のオラクルカードの白い方から共通メッセージをいただいていこうと思います。こちらから3枚カード出すんですが、プチ3択占いではなくて共通メッセージとして今回お受け取りください。はい、では見ていきます。こちらから共通メッセージをもらっていきます。まずは見ていきましょう。あの人にありがとうと感謝の言葉をかけましたか？あなたの思いは行動や言葉に移せるはずです。はい。そして目をそらさずに自分に向き合うことができますか？はい。感謝の言葉をあの人に、そしてあなたの思いを言動に、目をそらさずに自分自身に向き合う。この3点がこの春あなたに訪れることの気づきになれば幸いです。より良い春を過ごしていけますように応援しています。これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録などよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。